2020年夏の始まり、新国立競技場は燃えるような夕日に照らされております。明日7月23日はいよいよネオ東京オリンピックの開会式。国内外問わずあふれんばかりの人々が時代を求めて歓楽の街東京へと集まり熱を発しています。そして今エンブレムが新宿ビル群の頭上に姿を現しました。いよいよネオ東京2020がスタートします。大興奮の予感です。ということで、せっかくの祝い事ですから、今回は私の大好物ナポリタンを作っていこうと思います。いやいつまでも子供舌で恥ずかしい限りではございますが、お子様プレートに載っている料理の数々はやはり不朽の美食と言えるでしょう。港の陽子横浜で戦後に登場したナポリタン、元は米兵さんがスパゲティにケチャップをちょいとかけて食べたことが発祥とされ、現代ではつつ裏裏の査定やご家庭で楽しむことができますね。それでは早速作っていきましょう。まずはお野菜を切り分けていきます。玉ねぎは皮を剥いたら薄切り、またはくし切りにしましょう。やはりナポリタンの裏の主役といえばこの玉ねぎ。シャキシャキとした歯ごたえがもちっとした麺と魅惑のコントラストを生むわけでございます。お次にピーマン。こちらは中の種を取ったら輪切りにしていきます。もちろんピーマンが美味しいことは無論でございますが、彼にはナポリタンが赤一色に染まることを防ぐ役割もございます。そしてマッシュルーム。今回は生ものを使用しますが、缶詰でももちろん構いません。私はクソガキの頃、このマッシュルームがデイきれいでして、サテンで食事をするときはいつもナプキンでそっと包んでポケットを入れ、持ち帰っておりました。クソガキながらお残しは許しまへんでの精神に基づいた行動は、徹底していたわけであります。最後にソーセージ。こちらもお口に含みやすい大きさに切り分けていきます。カリカリに焼いた安物のソーセージとケチャップ、これがまたよく合うんです。そしてこれは好き嫌いが分かれるかもしれませんが、今回は炒り卵を加えます。これがね、本当に脳天直撃するほど美味しいんですよ。気になる方は一度試してみてくださいな。バターを敷いたフライパンに溶き卵を入れ、カシャカシャ混ぜていきます。オムレツのように固まってきたら、こちらをさらに混ぜて卵を分離させます。軽く表面に水分を感じる程度で完成です。どうです？とっても簡単でしょう。それではスパゲティですが、今回は 1.9 ミリ麺を使います。どこのスーパーマーケットでも購入できますし、太すぎず細すぎず、This is 最高にちょうどいいスパゲティといったところでしょうか。ふふふ。それでは本調理でございます。バターを温めたフライパンにソーセージを入れ、軽く表面が焦げるまで炒めます。学生の自分に働いていたサテンでは真っ赤なタコさんウインナーを軽く揚げて提供しておりました。店は不況で潰れましたが、あの暴力的な味をふとした時に食べたくなります。そしたら玉ねぎを入れちゃいましょう。食感を残すため軽く表面が透き通る程度に炒めます。皆さんはナポリタンのお野菜、シャキシャキ派ですか？クタクタ派ですか？大して興味もありませんが、たくさんのコメントをお待ちしております。ほんのり全体がきつね色になりましたら、ここでマッシュルームとピーマンを加えます。両者ともに大変な軟弱者ですから、火にかけるのは一瞬で構いません。余熱で勝手にしなしなになりますので。そこへケチャップを加えます。酸味を飛ばすため、軽く鍋肌でふつふつさせてやりましょう。しかし、どうせ混ぜてりゃケチャップに火は入りますから、正直この行為自体はお飾りなようにも感じます。でも、それで良いのです。料理とは味が全てではございません。そこへ至るまでのストーリーが重要となるのです。さて、麺も茹で上がったようですので、先ほどのフライパンへ投入します。だいたい適正茹で時間マイナス1分半で頃合いですね。今回は適正10分のところ8分半で仕上げております。あとは弱火で軽く混ぜながら追加でケチャップとウスターソース、それから生クリームにタメイゴを入れます。
ここからは身崩れを防ぐため軽く混ぜて終わりにします。さて、それでは盛り付けでございます。私としては青い皿の方がインスタ映えするかと思ったのですが、世界観が壊れますので金属プレートでいきます。でもそんなことしなくても節々ですでにぶっ壊れているわけですから、それほど気にする必要もないかもしれませんね。ナポリタンに合わせるお飲み物はもちろんアイスコーヒー。もちろんその相性は言うまでもありません。さて、それではいただいていきましょう。これまた昔を振り返って大変申し訳ございませんが、私は大学進学を機に東京へ降り立ち、そこで初めて朝までやっている純喫茶というものを目撃しました。エンジ色のふかふかなボックスソファーで深夜の3時に文庫片手にナポリタンを一人頬張っていると、向かいの席にはちょっと可愛い女の子が座って宗教勧誘してきたり、どう見ても不倫しているカップルが乳くり合ったりと、なかなかに珍妙な体験をしたものです。いやー、懐かしいですな。さて、それではパルメザンチーズで追撃していきます。これはもうね、他の追随を決して許さない至高の領域でございます。喫茶店に来て。さて、今夜も名残惜しいですが、おいとまの時間となりました。明日も良い夢が見られると良いですね、ハム太郎。それでは皆さんごきげんよう。この番組は、今治といったらこのお餅、アワビ屋餅店と、清流を望み、古き良き時代を味わう、伊勢宮川の里、日中屋、きらりと光るラクダの目が目印の、キャメルアイズショップ本店の提供でお送りしました。